リセット休暇1回目の旅の最後の訪問地、富山県高岡市です。高岡市は金沢から車で1時間ぐらい東に来たところにあります。で、高岡の中でも最初は、瑞龍寺という曹洞宗のお寺に行きました。これは、江戸時代に入ってからできたお寺ですかね。前田さんが高岡にお城を築いた後にできたお寺のようです。この日は紅葉もかなり進んでて、あと空も青くて周りの紅葉とか綺麗でした。でこれ曹洞宗で随分シンプルなお寺で、中も広々としててですね、とても綺麗でした。で仁王門ですね。で、あうんの呼吸なんでしょ。で、中は、に当てはまらんかもしれない。と緑で綺麗です。で、周りが回廊で取り囲まれてます。回廊行かないと奥行けない。で、真正面にあるのが、仏殿です。これは国宝に指定されているようです。回廊の方に出てきます。これ出口の方です。確かこれはですね、おトイレの神様だったと思います。で、で一つ目終わりで、次は高岡大仏に行きました。高岡は鋳物の町として有名な町で、この大仏もということで、銅の鋳造でできた大仏ということですが、比較的新しい時代に作られてて、いつ頃だったかな、明治とか大正とかそんなぐらいに作られたようです。戦争中にですね、軍に供出されなくって済んだということですね。その昔々その第二次世界大戦の頃、お寺の銅の鐘なんかも一部軍用に供出させられてですね、他のものに変えられたということがあったみたいですが、これはそうならずに済んだということなんでしょう。でこの大仏様の後ろ側に駐車場がありまして、これ無料でして、そこに止めさせてもらって参拝しました。で大仏様の下も入れるようになってまして、いくつか仏像が置いてあったりしますし、仏教関係の絵がずっと飾ってあります。はい、そして、ここから古いの街並みがあるということで、車でちょびっと北に移動したところにちょっとした古い街並みがありました。そしてですね、ここで教えてもらった金谷町という町があるということで、ここからさらに10分ぐらい北に行ったところに行きました。これ鋳物屋さんの街並みでして、当時の、建物がですね、きれいに保存されてます。こっちはすごいね。
観光案内なんかを見ると千本格子の街並みとかって書いてあります。で石畳なんかは最近になって整備したんですかね、随分綺麗ですし、建物がですね綺麗に保存されてますし、電線が見当たらないというところもいいところです。これ私たち行って初めて知ったんですけども、こういう場所があることを初めて知りましたが、もっと国内中に PR してもいいんじゃないかなと思いました。で今鋳物をやってるお宅はそんなに多くないように見受けられましたが、鋳物関連製品を売ってるお店屋さんなどもまだいくつかあるようです。なんか時代劇に使えそう。ね、平日だったし人も少なかったですけども、雰囲気良かったです。でこれが金井町の、外れの方ですね。ここで引き返しました。で引き返して、10分ぐらいまた歩いて戻って車を止めたところの近くに行きまして、こちらの建物ですね、ここお食事も食堂になってまして、中でお昼をいただきまして、奥さんはこれ氷見うどんです。で私はこのお店特製のカレーをいただきました。ケーキもついてました。で私たちの1つ目の旅行はこれで終わりです。でこの後2つ目の旅行として今度は南紀和歌山奈良の方に行ってますので、そちらも YouTube にします。お待ちください。